脱龍馬が行くのタムです。今回は龍馬は明智光秀の子孫なのかということを皆さんと考えていきたいと思います。まず家紋を見てみます。光秀の明智家は桔梗紋、龍馬の坂本家は組み合わせ角に桔梗紋で同じ桔梗を使ってます。しかし仮に家紋が全く一緒でも親戚というわけではありませんが、一応伝説を語る上ではこれはポイントになります。まずは光秀側のお話をします。本能寺の変の時、明智光秀の娘婿だった明智左馬助光俊、光晴とも弥平寺秀光とも言いますが、安土城を守備しておりましたが、光秀が秀吉に敗れると坂本城へ移ります。しかし光俊は秀吉軍の堀秀政が攻めてきてもほとんど抵抗せず、腹を切り城に火をかけました。光俊の子が落ち武者となり土佐まで逃れ、長岡郡斎谷村に住んだのが坂本家の起こりで、坂本という姓は近江坂本にちなんだものだと言います。さて坂本家ですが、坂本家の初代は太郎五郎です。龍馬の代から数えて9代遡ります。坂本家では太郎五郎は明智左馬助光俊の子であると伝えられてきました。その証拠として斎谷屋分家最後の当主源三郎の姪で、養女となった宍戸茂が土佐師団の116号に次のように書いてます。豪州、近江のことですね。豪州坂本落城の見切り、左馬助の一族黄金を壺に、長宗我部を頼って遠く土佐に落ち、天下定まるに及んで斎谷に隠れ百姓となり、と書いております。はい、坂本家の初代太郎五郎の墓が斎谷村、現在の南国市斎谷にあります。太郎五郎の墓は自分や息子が建てたのではなく、6代目にあたる八兵衛直政が建てたものです。龍馬のおじいちゃんのおじいちゃんですね。そのお墓ですが、墓石が石の観音扉のついた石殿に入っております。直接見ることはできませんが、墓石の側面に次のような文字が刻まれています。尊王は山城の国の生まれなり家だし、工事永禄の頃、畿内の乱を避けて土佐の国歌江郷斎谷村にけり住む。生没年月日享年つまびらかにならず、帽子をめとり一男を産む。彦三郎と称す子孫繁盛なり。そして裏面には明和日の問11月吉日、日の問というのは実感と十二支を合わせた干支のことで、日の上間がよく知られてますよね。それと同じものです。六代永尊坂本八兵衛直政、長男、兼光直美、坂本家豪主を継いだ人ですね。次男矢継ぎ直清、斎谷屋を継いだ人です。金建立、謹んで建立したということです。簡単に言うと、太郎五郎は山城の国の生まれで、おそらく工事永禄の頃、戦乱を避けて斎谷村にやってきたのであろうということです。では工事永禄の頃っていつなんでしょうか。工事永禄元亀天正と続きますが、工事は西暦でいうと1555年から、永禄は1558年から、元亀は1570年から、天正は1573年からです。ちなみに本能寺の変は天正10年のことです。工事永禄は1555年から1570年までで、本能寺の変は1582年です。はい、計算が合わないですよね。これが
龍馬は明智光秀の子孫ではないという証拠と見るか、墓を建立した直政が光秀とのつながりを隠そうとしたのか、謎は深まるばかりです。今回は龍馬は明智光秀の子孫なのかを皆さんと考えてみました。脱龍馬が行くチャンネル登録お願いいたします。